皆さんこんにちは、アンリです。今日はトヨタ、ホンダ、日産という日本車を代表する3社が自動運転 AI の分野で初めて国家主導の連携体制に入るというモビリティ DX 戦略の改定案が5月29日に経済産業省と国土交通省から公表されたというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、これまでライバルだった日本の自動車3社が自動運転 AI の基礎の部分で国の主導により手を組むという出来事です。2つ目は、米国のテスラ、ウェイモ、中国のバイドゥといった海外勢に追いつくため、日本は一社では戦えないという現実を国が認めた構図です。3つ目は、自動車業界に限らず皆さんの業界でもライバル他社と国の旗振りで組まされる場面が増えるため、社内の常識を入れ替える管理職がこれからの評価で勝ち残るという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で今回のモビリティ DX 戦略の中身を、2つ目の章で国がライバル3社を同じテーブルに座らせた本当の理由を、3つ目の章でなぜ皆さんの業界にも同じ流れが来るのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。5月29日、経済産業省と国土交通省はモビリティ DX 戦略の改定案を公表し、その中で自動運転 AI の分野についてトヨタ、ホンダ、日産を中心とする国内自動車メーカーが国の旗振りで連携体制を作る方針を明確に打ち出しました。連携の中身は自動運転 AI の基礎モデル、人材育成、安全基準、そして国際規格づくりの4つの領域に及びます。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、これまで激しく競ってきたトヨタ、ホンダ、日産が自動運転 AI の土台を共同で作るという大転換である点です。これは日本車業界の常識からすると相当に大きな出来事です。理由の2つ目は、国が単なる補助金を配るのではなく、同じテーブルに座って一緒に開発しなさいというレベルまで踏み込んでいるという点です。具体的には AI の学習に使うデータや安全評価の基準、海外との交渉窓口を3社共通の枠組みに揃える方針が示されています。理由の3つ目は、ホンダが今年5月14日に自動運転は自社単独では限界があると表明済みで、今回の国主導連携の地ならしがすでに進んでいた点です。具体的には、ホンダの方針転換が事前にあったことで、トヨタ、日産も巻き込んだ3社連携の話が現実的に進められるようになりました。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんの業界でも新しい安全基準や海外規格への対応を自社一社で全部やろうとして、社内に十分な人材がいなくて困っているという場面があるかと思います。今回のニュースは、日本を代表する大企業ですら自分一社では海外勢に追いつけない、国の旗の下で組むしかないと認めたという意味で、皆さんの会社が抱える同じ悩みを国が公の場で取り上げた事例だと捉えてください。これは自動車業界だけのニュースで終わらず、自社の常識を更新できる管理職がこれから求められるという強いメッセージでもあります。ここで一つ目の章の結論を再確認します。今回のモビリティ DX 戦略改定は、ライバル3社の連携、国の踏み込んだ関与、ホンダの先行転換という3つの点で、日本の産業政策の大きな節目を示しています。これは皆さんの業界にも数年単位で波及する話なので、明日から自社一社主義を見直す視点を少しずつ持っておいてください。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。国がトヨタ、ホンダ、日産を同じテーブルに座らせた本当の理由は、
米国と中国の自動運転 AI 開発のスピードに日本が単独では絶対に追いつけないという現実認識にあります。なぜそう言えるのか。理由は3つです。理由の1つ目は、米国のテスラ、ウェイモ、中国の100度といった企業がすでに数十万台規模の実装高データを持ち、AI の学習量が日本企業の桁違いに進んでいるという事実です。理由の2つ目は、自動運転 AI の開発には半導体、地図データ、通信網、保険制度を含む産業丸ごとの体力が必要で、一社の財布では到底賄えなくなったという事実です。理由の3つ目は、米中の自動運転車が日本市場に入ってくる時期が現実味を帯び、日本側が遅れれば国内の道路を米中の自動運転車が走り、税金が海外に流れるという構図が見えてきたという事情です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの会社でも海外の大手と取引する案件で、うちの会社のリソースだけでは無理だ、競合と組んででも勝ち取った方が長い目で見て得だと判断する場面が出始めていないでしょうか。これまでは競合と組むのはしゃあないの抵抗が強く、なかなか進まないテーマでした。今回のお手本では、国がライバル3社を引き合わせ、日本連合で米中に立ち向かうという大きな絵を描き、各社の社内抵抗を一気に解消する形をとっています。皆さんの会社でも国や業界団体の旗振りに乗って、競合との連携を素早く決められる管理職が社内で重く扱われるようになっていきます。ここで2つ目の章の結論を再確認します。国がライバル3社を組ませた理由は、米中との実力差を埋めるには日本連合しかないという冷静な認識です。この構図は自動運転だけでなく、皆さんの業界の海外競争にも必ず同じ形で持ち込まれてきます。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。自動車業界の国主導連携は皆さんの業界にも数年以内に同じ形で広がり、皆さんの管理職評価に直接効くテーマになります。なぜそう言えるのか。理由は3つです。理由の1つ目は、経済産業省はモビリティ DX 戦略で成功体験を作ろうとしており、続いて医療、物流、エネルギー、金融などの分野でも同じやり方の国主導連携を展開する流れがすでに動き始めているからです。理由の2つ目は、皆さんの会社の経営陣がうちの業界でも同じ国主導の枠組みが来ると読み、社内に他社との連携窓口を整えろという宿題を回し始めるからです。理由の3つ目は、人事評価の項目に他社と協業した案件数、業界横断の標準化に参加した実績が組み込まれ、社内に閉じている管理職と外に出て動ける管理職の差が給料と昇進に現れるからです。身近な例で考えてみましょう。皆さんの部署でも業界団体の会合に出るのは特定の人だけで、自分はあまり関わってこなかったというケースが多いと思います。これからは上司から、うちの会社も他社と組まないと国の旗の下で取り残される、お前の部署で外と動ける案件を探してくれと直撃される日が必ず来ます。その時に、うちの部署ではまずこの取引先と共通する事務処理を業界共通の仕組みに載せる案を考えていますと即答できる管理職が評価で頭一つ抜けます。ここで3つ目の章の結論を再確認します。国主導の他社連携の流れは自動車業界にとどまらず、皆さんの業界にも数年単位で広がります。皆さんが今この瞬間からやるべきことは、自社一社主義から一歩外に出て、他社や業界団体と動ける案件を頭の中で書き出しておくことです。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。明日からの行動は2つあります。1つは上司への先回り報告です。もう1つは部下との1対1での話し合いです。なぜ今すぐ動く必要があるのか。理由は3つです。1つ目は、上司もこのニュースを目にしていて、うちの業界でも他社連携の話が来そうだと感じ始めているからです。2つ目は、部下も自社単独で勝てるのか
という漠然とした不安を口には出さなくても抱えているからです。3つ目は、ここで動かない管理職は半年後にあなたの部署は外との連携が一切ないですね。人事評価で後手に回るからです。まずは上司への先回り報告のテンプレをお渡しします。朝の業務開始直後、上司にこう報告してみてください。報告です。経済産業省と国土交通省がトヨタ、ホンダ、日産の自動運転 AI 国家連携を含むモビリティ DX 戦略の改定案を公表しました。自社単独では米中に勝てないという認識が政府レベルで明示された格好です。うちの部署でも他社と共有できる事務処理や業界団体の場で話せる案件を一覧化し、来週月曜までにお渡しします。ここまで言えれば上司はこいつは業界全体の流れで動いていると必ず受け取ります。具体的な企業名、トヨタ、ホンダ、日産を入れることが説得力の決め手になります。次に部下との1対1での話し方をお渡しします。部下を呼んでまず切り出してください。最近日本のトップ企業がライバル同士で組み始めている。うちの部署も自社の中だけで仕事を完結させる時代はもう終わりに近い。君が今やっている事務処理の中で他社や業界共通の仕組みに乗せられそうな部分を一緒に洗い出したい。君の仕事を奪うためではなく、君の経験を業界の標準作りで使えるレベルに引き上げるためだ。整理ができたら来期の評価項目に他社業界連携での業務改善提案を入れて君の加点に直結させる。こう伝えると部下の不安は驚くほど早く解け、自分から業界団体の資料を持ってくるようになります。ここで本日のまとめです。今日のポイントは3つでした。1つ目は経済産業省と国土交通省がモビリティ DX 戦略を改定し、トヨタ、ホンダ、日産の自動運転 AI 国家連携を打ち出したこと。2つ目はその背景にある米中との実力差が皆さんの業界にも同じ形で同じ国主導連携の流れを生むということ。3つ目は明日の朝上司への先回り報告と部下との1対1での外連携の話し合い、この2つを動かしてほしいということです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で